こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、著しい緊張感を持ってのゲーム再開です。ワールド再生成中の数十秒は重くてカクつき、かつ、その間の収録上の訪れが数秒後のネタバレになってしまっています。ゲーム再開直後から盛り上がっているわね。これも昔、モブが湧きにくい条件下でネザー攻略したと気づいたことで、ゲーム再開直後はロードされたチャンクの範囲までしか、モブの湧き数上限をカウントしてなさそうなんですよね。それで近くにわさわさ湧きやすいようです。予期してたから意外とあっさり乗り切ったのね。で、ふと思ったのですが、ゲーム再開直後にすぐエスケープキーで止めるのはありかもしれません。多分止めている間にもチャンクはロードされるので、ゲーム再開直後数十秒の収録上の訪れ問題が解消されるかも。次回試してみようと思います。さて、前回は第一ネザー要塞にたどり着くまで迷ったり、ゾンビピッグマンに逆恨みされましたが、ウィザースケルトンの頭は順調に集まりました。で、ヒヤヒヤとだるまさん転んだしつつ、食料が減ってきたのでピラミッド拠点に帰る準備を整えています。食用ならゾンビ肉があるじゃないの。食べたらもったいないじゃないですか。さて、ゾンビピッグマンの武器防具は諦めるとしても、責務であるドロップ品はきっちり手にして出発です。しかし去ろうとする私を引き止めようと群がられてしまいます。逃がしてなるものかという感じね。で、ディスボーン狙いで前回再三失敗した、怒りモードを解除する方法を色々考えたのですが、公式英語ウィキによると、40メートルほど離れることが怒りモード解除の条件となっている以上、ネザー要塞内で何とかするのは運に左右されてしまいます。追いかけてくるはあちこちで湧くわで、距離取るのが難しいわね。なのでやはり、一旦ネザー要塞を離れる方法を用いるべきとの結論です。急いでネザー内で一定方向に進み続けることで、ひとまず怒りモードの伝達が行われないエリアまで逃げ切ることは、意外とできるんですよね。そういえば以前何度か、ひたすら一定方向に逃げていたわね。やばい、気づいてよかったです。防具の耐久値がいつの間にか危険水域です。あと一息で海底神殿の二の舞だったのに。で、急遽ネザーラックで物理的な固有結界を作りました。狭くて落ち着きます。まあともかく経験値は36、合成で作ったヘルメットはコストが高いので、足りるかどうか。そういえば、未だにアレックスのスキンのままよね。高さ縛りでバージョン 1.8 の初プレイをした時、強制的にスキンが変わったままなんです。新企画からスティーブに戻そうと思ってます。そして、ピタリ賞で経験値を使い切りました。意外と今の私は運がいいかもしれません。また運の無駄遣いしてるわね。いえ、ごく普通にゲーム再開から4体目で、ウィザースケルトンの頭9個目をゲットです。これはもうウィザー戦で死ぬ運命よ。ともかくこの時点でビーコン3個分を確保です。目標数まであと頭3つとなりました。まあでも、正直ここでゲットしたのはちょっと残念な気持ちです。もう少しがっつり頭集めしたかったのに。不運の方がやりがい感じてしまうのね。さて先ほどの、ゾンビピッグマンの怒り解除の話ですが、よく考えると再びネザー要塞に戻ってくるとき、怒りタイマーを意識する必要がなさそうです。計算したら怒りタイマーの最大40秒以内に、再び怒り圏内に戻れてしまうのですが、その前に128メートル離れた時点でモブはディスポーンします。つまり、戻ってきた時に怒りは解除されているはずなのね。まあただ、秒が距離10チャンクでのプレイなので、チャンク処理のラグがあれば、すり抜けて怒りモードのゾンビピッグマンが残る可能性もあると思います。次にネザー要塞に来るときは、念のためふらふらとネザー要塞に近づく方がいいのかもしれません。また失敗したら面倒だものね。さて、ピラミッド拠点に戻ったら食料調達、ウィザー戦、ラバ脱走計画へのビーコン実装、
廃村化計画の確認と忙しいです。うおーちょ、トラウマ効果の持続時間が切れるまでは勘弁してほしいです。リアルのステータス異常ね。で、忙しいのに、ゾンビが這い出てきています。無視すればいいじゃないの。一瞬そう思ったのですが、やっぱり無視できませんでした。ちなみに後続がわらわら出てきましたが、天気が不安定のようで、燃えたり燃えなかったりするようです。これは、雨と雷雨とで明るさが変わっているのでしょうか？砂漠ではわかりにくいわね。さて、迷うことなくウィザースケルトンの頭は、備蓄と合わせて6つあります。すでにビーコンは1つ作っているので、頭をあと3つ集めれば、この企画の建築材集めは終了です。ウィザー戦はあと3回ね。で、そのウィザー戦をどう3回戦うか、前々から考えていたのですが、今回は初の地上戦、次は2体同時召喚とシャレ込みたいと考えていたりします。まあその前に食料は、遠出してステーキの元を狩るのはだるいインドア派なので、金の人参に切り替えます。しばらく主食を食べてなかったものね。戦う時は満腹状態を保つのが理想で、腹持ちの良い方が良いという合理的な理由です。というわけで、多分企画終了まで足りるだろうと、ワンスタック少々用意しました。金がだいぶ減ってきたわね。後で思いましたが、上位の金輪御用にもう少々残した方が良かったかもしれません。さて、ではウィザー戦に出発です。これまでウィザーは地下の通路でしか戦ったことがなく、かつ、ポーションなしで戦うのは初めてで、さすがに少々緊張します。決戦場所は、リスポーン拠点に近い草原を選びました。砂漠だとサボテンがネザースターをさっくりすることあるものね。なんだか光っているような気がします。気のせいでしょうか。見分けづらいわね。まあもうビーコンが手に入る目前なので、RS ランプに頼るのはこれで最後です。さて、では改めて、まずは15メートルほど直下して、その高さで、レベル4ビーコンをギリギリ置けるスペースを掘り広げ、そしてモブが湧かないように、隙間なくビーコンセットを敷き詰めれば、これで準備完了です。そして起動用のダイヤを出し忘れたのね。さて、ビーコン効果は海底神殿と同じく、耐性とハート回復です。なお、以前うっかり作りすぎた茶色ガラスを有効活用してみたら、汚れたビーコンになってしまいました。濁った温泉を掘り当てて吹き出た感じね。まあここまでガラスを重ねれば、万一でもビーコンは爆撃されないでしょう。さて、ビーコン効果を受けた私は無敵です。緊張感が薄れてしまいました。心配事は、弓が当たるかなのよね。長期戦上等です。ウィザーも回復するでしょうが、回復力なら負けません。さあ来い。そして1対1の正々堂々の勝負を。ビーコン使って正々堂々と言えるの？温泉が吹き出ているだけです。と、あれ？なんで牛が狙われているの？しかも瞬殺して、遠ざかっているわよ。正直これは知りませんでした。そういえば以前ウィザーと地下で戦った時、私がいないかのようにウィザーが石を掘りつつ徐々に遠ざかっていったことがありましたが、あの現象は、近くの洞窟にいたモブを倒しに行った、ということだったのでしょうか。どうでもいいけど、ビーコンの効果範囲は50メートルよね。まあともかく、動物がいない砂漠には入り込まないでしょうから、サボテンでネザースターがなくなるなんてことはなさそうです。かつ、動物を襲っている以上は、ビーコン防具を身にまとう必要はなさそうです。つまり、動物を盾に正々堂々と戦うのね。好きでこんな戦いしているわけではありません。ってなんか来た急に来た。うおこっちはエンチャントダイヤの、岩ばかり装備しかないというのに卑怯です。やっと相手してくれたのに逃げるの？今こそ上位の金リンゴを食べる時なんです。耐性さえあればなんとかなるはずです。と思った時にはもう遠ざかっているし、
やっぱり相手してくれないのね。その後、ようやくウィザーが少々落ち着いてくれました。サバンナ大地に引っかかったのね。どうもトンネル掘りたいようで、ここで体力半分近くまで削ることができて、その後はウィザーを追いかけて、サバンナ大地が戦地となりました。で、馬の活躍でようやくウィザーの体力をまた半分近くまで削ることができて、ここまで来たらガチンコ勝負です。結局ビーコン役に立たなかったわね。あんなもん役に立ちません。所詮は吹き出た温泉です。ハート半分まで削られました。上位の金リンゴの耐性がなかったら危なかったです。残り1分少々だったわね。で、このままだと干からびて死ぬんじゃないの？大丈夫。こんなこともあろうかと、ビーコンを用意していたんです。とか思っていたら、ビーコンの効果範囲に戻る直前に、ウィザーの効果が切れました。結局最後までビーコン役に立たなかったわね。さて色々あったので、収録途中ながら今回はここまでです。まあ一応、ポーションなしのノーガードで倒しましたけど、なんだか納得いきませんでした。次回はおまけ目標をちょいちょいこなし、その後は最後のネザー要塞進出をする予定です。ウィザーの2体同時召喚は新たなおまけ目標なの？2頭追って1頭でも枯れないと大変なことになるので、消極的です。体力の多いアイアンゴーレムを召喚しておとりにするとか考えましたが、ウィザーがアイアンゴーレムを襲ってくれるか確信ありません。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。